55ミリです。そんなに変わらないですね。10分でアイスクリームを作ります。完成です。ブラックペッパーをたっぷりかけて。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ペンネサルサディノーチ 920g 入り1580円です。デリカコーナーの新商品です。加工日は昨日、消費期限は10月15日、明日なので加工日含めて3日です。サルサディノーチソースが絡んだペンネと、ベーコンはパンチェッタですね。大量のくるみとナチュラルチーズ、塩漬けのブラックオリーブが入っています。サルサディノーチとはくるみの入ったクリームソースだそうです。食べる分だけを取り分けてから加熱してもいいんですけれども、うちはこの黒いトレイごとチンします。5分チンしたらかき混ぜてさらに5分です。ナッティーなクリームパスタって感じです。加熱したパンチェッタの食感がプニプニしてて、くるみとのギャップの食感がいいですね。チーズとブラックオリーブの塩分が効いているのがちょっとねしょっぱいんですけれども美味しいです。たまたま半端なアボカドがあったので足してみたらさらに美味しくなりました。ホットチョコレートボム20個入り3580円です。チョコレートの中にマシュマロが入っていて、牛乳をかけるとホットチョコレートになります。5種類が4個ずつで20個入り、1個あたりは179円です。原産国が意外で中国でした。ちょっとね後悔してます。賞味期限は来年の8月です。約10ヶ月ですね。種類はスモア、シナモン、ミルクチョコレート、ストロベリー、塩キャラメルです。5個ずつのセットになっているのでシェアしやすいですね。直径は 55mm です。重さは 41g、使用は 38g となってます。作り方はチョコボムをカップに入れたらホットミルクをかけるだけですね。1個あたりは190キロカロリーです。たまたま割れてしまったんですけれども、中にはマシュマロが入っています。今回はストロベリーとスモアとミルクチョコレートだけ飲んでみます。牛乳の温度が低いと溶けにくいそうなので、膜ができないようにかき混ぜながらしっかり温めたんですけれども、溶けませんでした。もうかなりしつこく混ぜ混ぜしたけどダメでしたね。諦めてそのまま飲んでみましたが甘いです。まずくはないんですけれども甘いです。ミルクチョコレートは無難な味、甘めのココアです。スモアは香ばしいスパイスの風味がします。ストロベリーはストロベリー感が弱くてがっかりです。アポロチョコみたいなのを想像して期待しすぎてたためにがっかり度が高めです。家族の反応も悪かったので残念です。もうこれはリピなしです。久世福いちごミルクの素 470ml 入り748円から150円オフです。いつものクーポンは100円オフですけれども、今回は150円オフです。先週からなので10月16日までです。製造所は記号なのでよくわかりませんが、久世福本社は長野県です。賞味期限は来年の7月です。約10ヶ月です。いちごミルクの素1に対して牛乳は2です。ヨーグルトや炭酸割りもありですけれども、やっぱり牛乳が一番ですね。甘ったるさのない優しいいちごミルクの味です。いちご果肉感もしっかりあって美味しいです。
10分でアイスクリームを作ります。いちごミルクの素と牛乳を1対1、100ml ずつ混ぜたらポリ袋に入れて口を縛ります。もう一つのポリ袋には氷と塩を入れます。ここに先ほどのいちごミルクの袋を入れて、さらに氷と塩を追加します。氷と塩は3対1の割合です。結構大量に使います。袋が破れないように注意しつつ10分ほど揉んだらアイスの出来上がりです。塩水が入らないように気をつけつつサービングします。溶けやすいんですけれども、シャーベットのようなさっぱり系アイスで美味しいです。目にせずのパニーニ16個入り899円から200円オフです。2個入りが8パックで16個なので1個あたりは 43.69 円。半焼き状態なのでオーブンかトースターで焼き上げます。焼かないと粉っぽ感が強いので美味しくないです。原産国はフランス、賞味期限は11月5日です。約3週間ですけれども、このまま冷凍もできます。表面に斜めの焼き目がついているので、パニーニプレートがなくてもパニーニっぽくなります。大きさは 145mm と 56mm、厚さは 38mm です。焼く前にスライスします。パケごと冷凍した場合は解凍してから切ります。まな板使った方がいいです。私ね、この時左手切りました。片側、下側にはオリーブオイル、上になる方には粒マスタードを塗ります。レタスとシャウスライスとスライスチーズを挟みます。オーブンで焼く方には焼き上がってからレタスを挟みます。パニーニは下が丸くなっているので安定しないので、オーブンで焼くときは上下別々に焼いた方がいいです。パニーニベーカーで焼く場合はいい感じに圧がかかってきれいに焼き上がります。オーブンで焼き上げた方は、レタスを乗せたら上部を乗せてギュッと押してくっつけます。押さなくてもいいかもですけれども、潰した方がパニーニっぽいかなと押してます。マンゴーインライトシロップ998円です。メルマガ掲載品で通常は1998円です。1カップあたりは 83.17 円。ちなみにトゥルーフルーツマンゴー12カップは2098円です。原産国はメキシコ。賞味期限は来年の2月です。約4ヶ月です。蓋を開けるときはシロップが飛び散りやすいのでゆっくり開けます。固形量は 95g です。1カップは 227g、131.6 キロカロリーです。トゥルーフルーツマンゴーの成分表は右側です。そんなに変わらないですね。トゥルーフルーツマンゴーと比べるとシロップが少し甘いように思いますが、でも同時に食べ比べてないので自信ないです。果物なので加工時の状態にもよるかもしれませんが、マンゴーはこちらの方が柔らかいです。美味しいです。福岡のやめみかん 2kg 598円です。80g から 100g のみかんが22個入っていました。うちは室内温度が高いので、いつものように新聞紙で包んでからヘタを下にしてジップバッグに入れて野菜室で保存します。2日以内で食べる分は箱に新聞紙を敷いてヘタを下にします。ちょっと薄味ですが酸味より甘みの方が強いです。とてもみずみずしくて私は美味しいと思いました。神戸屋もちふわ食パン399円です。3斤分です。製造所は記号なのでよくわかりませんが、関東だと神奈川なのかな。
消費期限は10月17日です。購入日含めて4日です。長辺は36センチ、短辺は11センチです。このサイズを生かしてパンシュープリーズ、サンドイッチボックスですねを作ります。真ん中がへこんでいる方を上にして上部を1センチから15ミリぐらい切り取ります。お鍋をガイドにして切りました。ちょっとね、こういうスライス私苦手なんですよ。耳に沿って厚さ12ミリくらい内側に切り込みを入れて中身をくり抜きます。輪ゴムとマステを包丁につけて目印にして切りすぎないようにしてます。周囲に切り込みを入れたら、そこから15ミリくらいの位置に包丁を刺して切りますが、パンがくり抜けさえすればいいので、全部を切り落とさないように両側からずれた位置に交互に包丁を入れます。折れないようにそーっと取り出します。くり抜いたパンは薄くスライスします。バターを塗って具材を挟んでいきます。具材はなるべく水分の出ないものが良いかなと思います。レタスミックスサラダとシャウスライス、レタスミックスサラダとハム、きゅうりと卵と粒マスタードとマヨネーズ。挟んだらパン耳ボックスに詰めていきます。中央にはロールサンドを入れます。マヨネーズ、ハム、チーズ、アボカド、シェルインストロベリー。これはかぼちゃとクリームチーズを和えたものです。完成です。持ち寄りなどのホームパーティーにおすすめです。耳は後日食べます。ジップバッグに入れて冷凍しておきます。かりんとうやラスクやガーリックトーストなどに使います。フレンチトーストにする場合は小さく切ると食べやすいです。パン耳フレンチトーストをふんわり作るコツは、卵と砂糖を泡立ててから牛乳を加えてさらに泡立てます。液を早く含ませるコツは、カットした耳を入れたら軽く混ぜ30秒チンします。取り出して混ぜたらさらに30秒、液が固まらない程度に様子を見つつチンします。バターを塗った耐熱皿に移したら、200度に予熱したオーブンで10分焼きます。粉糖とシナモンを振って出来上がりです。和歌山県産の種なし柿 2kg928 円です。メルマガ掲載品です。200g 前後の柿が10個入っていました。実は熟してトロトロになった柿が好きなんですけれども、今回はネットでよく見るやり方で保存します。濡れたキッチンペーパーをヘタに当ててラップします。ヘタを下にしてジップバッグに入れて野菜室で保存します。すでにもういくつか食べましたが外れなしというか大当たりの美味しさです。どれも柔らかくて甘いです。ビビゴプルコギのタレ899円から200円オフです。840g が2本、1本あたりは 349.5 円。お肉を30分漬け込むと柔らかくなるとのことで大人気商品ですよね。でもかなりの甘口なので、うちはそのままでは使いません。用途に合わせて醤油などで調整して使っています。チャプチェにはこのまま使っています。私はこの甘さ好きです。原産国は韓国、賞味期限は来年の6月です。約8ヶ月です。チャーハンを作ります。豚肉を小さく切ってからプルコギのタレを絡めて30分以上冷蔵庫で置きます。ネギ、お肉、ピーマン、ご飯を順に入れて炒めます。炒り卵を最後に加えると彩りが良くなります。仕上げに醤油を鍋肌でジュッとさせて混ぜ合わせます。甘口なので大人用にはブラックペッパーをたっぷりかけていただきます。野菜チップス香るジェノベーゼ1398円です。80g が4パック入っています。1パックあたりは 349.5 円。味源ごぼうチップスの江戸賞の製品です。
さつまいも、バレイショ、人参、赤大根、かぼちゃ、インゲン、ブロッコリー、7種の野菜が入っています。さつまいもは中国産、他の野菜については書いてないから国産ってことかな。加工場は岐阜県、賞味期限は来年の3月です。約5ヶ月ですね。カレーなどのトッピングに使うと映えますね。開封した瞬間からジェノベーゼが香ります。厚さは野菜によって違いますが、2ミリから3ミリくらいの厚切りです。真空フライ製法で野菜の色が鮮やかです。油分が少なくてヘルシーです。サクサクとして食べやすいです。ブロッコリーのチップスは珍しいですよね。初めて食べました。味は濃いめのジェノベーゼ。どの野菜も素材の味がして美味しいんですけれども、さつまいもだけはジェノベーゼと合わないかなと思います。正直シンプルに塩味のバージョンも出してほしいと思いました。今週のお酒はキリンスプリングバレーシルクエールです。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ないです。フルーティーな味わいで苦味は控えめ、爽やかで美味しかったです。メニューはペンネサルサディノーチ、ハロウィンサラダ、野菜チップスです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。